マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。そしてですね、本日は2023年12月31日です。大晦日を迎えましたね。今日とね、明日ぐらいしか僕は休みがないのでね、今ね、家の中でみんななんか掃除とかなんかやってますけど、ちょっとバイク拭いてくるわっつってちょっと出てくるっていうね、もうほんとすいませんでね、たまに質問が来るので、お答えしたいかなと思うんですけども、マサチャンネルはね、今2台のバイクを所有しております。1台は私の代名詞と言ってもいいと思います。カブですね。クロスカブ。現在はですね JA60 の最新型を乗っております。そしてですね、エンジンは 125cc にボアアップしております。これもね、ボアアップする気はなかったんですけど、ボアアップしてみないとエンジンの構造が分かんないかな的な感じでね、興味本位でやってしまいましたけども、結果的にはね良かったなと思いますね。そしてですね、もう一台、こちらがですね VFR800X というね、非常にマニアックなバイクとなっております。これがね、なかなかね、右往左往あってですね、このバイクにたどり着いたんですけども、しばらくこのバイクでいいかなっていうふうに今は思っています。で、クロスカブもね、昨年か JA45 から60に買い替えたので、このまましばらく乗りたいと思っているので、バイクの入れ替え関係はね、今年も来年もその次あたりもないかなとは思うんですけどね、来年車検なんで車検はちゃんと通すので、でもね、 VFR に行き着くまでにはマサチャンネル見てもらってる方は分かると思うんですけど、いろいろね変わったね、 PS250、 XADV、 CB650R、 そしてこのですね、僕はね CB650R がね、なかなかね、もうちょっと長距離ガンガンいけるバイクかなと思ったんですけどね、僕にはポジションが結構きつかったですね。あれはね、前傾角じゃないってことが最近分かりましたね。前傾角はね、こんなんじゃなければそうでもないですね。はやぶささんとかフォークイレブンとか僕の身長だと相当前傾なんですよ。そういうバイクじゃなければステップ1ではないかなと思うんですよね。でもはやぶさとかでもね、すげえ長距離とか行っちゃう女の子もいるから、ちょっと合う合わないっていうのはあるかなと思うし、そのバイクに自分がアジャストするっていうね、そういうところが僕にはまだ足んなかったのかなっていうふうに思いますけれどもね。でも結果的にこういうね、マニアックなバイクが僕の手元にあるので、しばらくね大切に乗っていきたいかなというふうに思っております。そしてですね、2023年の総評、それから反省っていうことをねしていきたいと思うんですけども、まずね、念頭に僕が今年の目標として掲げたのが、登録者数が3万人という、数字目標を出しました。でね、これはね1万人ちょっとでね始まったんですけども、結果的には現段階で2万人かなというところですね。なので僕は3倍いくかと思ってたけど、結果的には2倍というところですね。ただ2倍に増えてるってことは非常にありがたいことだなというふうに思うんですけど、僕はですね、登録者数がやっぱり欲しいんですよね。たくさんの方に真実を伝えたいというふうに思っているんですね。で、これなぜかっていうと、特にねレンタルなんですよね。レンタルでその辺ちょろちょろ乗って、でこうですよって言ったのが、やっぱり登録者数がたくさんいる方のがやっぱり一番見られてしまうじゃないですか。特に僕別に女の子が嫌いとかそういうことじゃないんですけど、チャラチャラしてる女があんま好きじゃないんだよね。申し訳ないんだけど。そんでねレビューするならガチでやってほしいんだわ。やっぱりね、一日乗ってこうだよっていうのを、自分の体がこうだよとかっていうのをちゃんと伝えてほしいんだけど、女の子でね、その辺ちょろちょろ乗って、メーカーからお借りしましたってちょろちょろって乗って、でこうだったよって言った動画がやっぱり何十万再生もされちゃうんですよ。やっぱそういうもんなんですね。そうするとね、それが正しい情報として流れてしまうんですよ。ポジション楽ですねってことで、楽じゃねえよ、楽じゃねえんだって。長い距離行ったら分かるんだって、そのね、体がどこが痛くなるとかっていうのが
ね全部わかるわけですよ。そういうのがちゃんと伝わってほしいんで、僕にある程度登録者数がいてくれたら、ある程度レンタルのそういう動画もですね、その人たちと同じぐらい見られるのかなっていうふうに感じていて、なのでね、もうちょっと登録者数が欲しかったなっていうのはすごくあります。ちゃんとやってんのよ、ほんとレンタル。僕が多分ね一番ちゃんとやってると思う。あとね、男性の方でね、それはもうモータージャーナリストの方で、ライディングスクールとかもやってるようなね、すごくバイク界ではお力になる方だと思うんですけどもね、背が高い方で、その方の動画はね僕もいつも見ててすごい参考にさせていただいてるんですけども、そういう方みたいにもう何日もレンタルして乗ってで伝えてくれるんならね、本当のレンタルのこのレビューだと思うんですけど、本当ねレンタルっていうかもう市場その辺ちょろちょろ回ってこうだよなんつってもうそれ絶対ダメですよ、そういうの信じちゃ。だからね、僕レンタルのバイク関係を見て僕のチャンネルを登録していらっしゃる方にね、一つだけねお伝えしたいことがあるんですけど、鑑賞用のレビュー動画とガチのレビュー動画っていうのを分けた方がねやっぱりいいと思いますよね。僕も女の子で可愛い映える子の動画も見るし楽しいし、それはそれでいいと思うんですよね。僕ファンの女の子もいるしね。だけどその子たちがガチのレビューしてるんだったらいいけど、そうじゃない子もたくさんいるじゃないですか。なんで鑑賞用とガチっていうのをちゃんとね見分けた方がいいと思います。それから身長体重、これね僕ゴルフもするんですけど、ゴルフのスイングを見るのに僕がタイガー打つの見てもあんなね背が大きくて素晴らしい方の見ても僕参考にならないんですよね。やっぱり同じぐらいの身長同じぐらいの飛距離ぐらいの人のを見た方が参考になるんですけど、やっぱりねバイクもそうです。よくね僕164しか身長ないんですけども、170ある人が「いやマサチャンネルさんなら乗れますよ」とかって言われることあるんですよ。だけどね5センチ身長が違ったら全く別の乗り物だと思います。バイクは特にクロスカブ、これね意外と足つかないんですよ。ハンターカブもそうなんですけど、僕164センチで両足べったりはつかないから、仮に160センチ158センチぐらいの僕より5センチぐらい背のちっちゃい子だと結構手こずるんですよね。特にハンターカブだともっと足つき悪いから手こずると思うんですよね。でさらに VFR800X とかになるとシート高815なんですけど高重心で重いんですよ。だから僕の身長でもかなり手こずります。ってことは160センチぐらいの人だと結構これ手こずると思うんですよね。ただ170ぐらいあったら意外とスーッと乗れたりとかするバイクだったりとかもするんですね。だから身長同じぐらいの身長とかっていう人のレビューを見ていただけるのもやっぱり参考にするコツかなっていうふうに思ったりとかします。それから2025年レンタル18台乗ったんですけども、やっぱ休みが少ない中でそんだけ乗っているので自分のツーリングにね行く機会がすごく少なかったですね。これはもう本当に反比例してます。レンタルいっぱいやって皆様に楽しい動画を届ければ自分のツーリングは減るし、自分のツーリングいっぱい行くとレンタルやっぱりしてる暇がなくなるしっていう、こう自分の中ですごくもどかしい方ですね。やっぱりねクロスカブちゃんですげえ長い距離行ったりとか今年はしてないんですよね。 SSTR はこっちで行ったんで、一回行ったわ。 SSTR の炎上したどっかの炎上商法でバズってるどっかの都内のバイク屋さんのね方がさっき言った鑑賞用のレビュー動画みたいなのを出してる、なんかちょっと可愛いっぽい、そんな可愛いとは思わないんですけど可愛いっぽい女の子が SSTR でなんかこいつトランプを乗っけて動いてんじゃねえのみたいなことをなんか誰かが言って、炎上した動画になんかコメントをしてたんですよ。その炎上商法でバズってる人がね、バイク屋が。でだったら自分で行けよって思ったんですよ。自分で行ってみりゃいいじゃんって僕は思ったんだけど、ハンターカブかなんか乗ってんですよね。だけどやらねえから俺が行ってやろうと思って、で僕は自分のバイクで行って、実際こうですよっていう、このくらいのペースじゃないと間に合わないですよっていう動画を出したんですけど、やっぱりねクロスカブで日本海太平洋間をね行くってなるとそんなゆっくり休憩してる暇は僕の中ではないですね。結構ギリギリかなっていう感じはします。一般道だしね。なのでだらだらランチしてぼーっとしてりゃ間に合わないですよ。
そういうもんなんですよ。それで炎上してんだったら、その炎上する人に対してコメントしてるんだったら、その都内のバイク屋さん、あなたが自分でやりなさいっていう、そういうことなんですけど、自分でやって乗って検証してみなさいっていうことなんですよ。だけどやらないからね。僕はやりましたけど、口だけやろうが僕大嫌いなんですよね。口だけやろう、それからつるむやつ、つるまないと何もできないやつ、つるむってたくさんみんなでツーリング行って楽しいなっても全然いいんですけど、つるまないとできないやつね、そういうの大嫌いなんで、なので僕は一人でいろいろやるんですけど、そのバイク屋も口だけやろうでさ、本当にもうね、その人のこと好きな人もいるかと思いますけど、信者って言われてましたね。登録してて、なんかコメントして肩持ってる人たちのこと信者って言われてましたけどね。そんなことどうでもいいんですよ。自分がね、楽しいことをちゃんとして口だけやろうじゃない風にね、生活していれば僕はいいとは思います。なんでね、今年1年もね、でも YouTube 的には楽しくやってこれたかなっていうふうに思いますしね、登録者数もさっき言ったようになんとなく1万人増えさせていただいたし、でもやっぱ来年ぐらいにはね5万人ぐらいって思うんだけど、なかなかね厳しい壁だなっていうふうには思います。それでね、前からずっと僕のことを見ていただいてる本当に古いファンの方もいらっしゃれば、ここ最近ね登録していただいてこの辺の動画を見ていらっしゃってる、比較的新しいファンの方もいらっしゃると思うんですけども、いずれにしてもですね、今年1年たくさんのマザチャンネルのですね動画を見ていただいたことにまずは感謝申し上げます。どうもありがとうございます。皆さんもね支えがなければですね、ここまでやってこれてないです。本当に結構ね SSTR とかできつい時とかにね、見ててくれてるんだなっていうのが僕のパワーにめちゃくちゃなるし、長距離行ってもう本当にやべえなこれ疲れちゃったなっていう時も、みんなが見てくれてるからっていうそういうところでまた活力が湧いてきたりとかするんですね。なので見ていただいている皆様本当に感謝です。そして2023年は終わろうとしていますけれども、2024年もですねまたお願いしたいなというふうに思っております。そこでですね、まずね皆様に一つだけお願いがあるんですよ。2024年どういう動画が見たいでしょうか。例えばバイクのロングツーリング、それからレンタルバイク、整備動画、いろいろあると思うんですけども、皆様のね見たい動画っていうのをですねコメント欄でぜひいただけたらいいなというふうに思います。それからねアドバイスも欲しいかなと思いますね。もっとこうした方がいいよ、ああした方がいいよみたいな、僕のスタンスまで変えようとは思わないですけども、こういう動画とか撮ったらマサチャンネルさん楽しいんじゃないのみたいなところをねアドバイスいただけたらなと思います。それではですね、そろそろ掃除の音がしているので家庭内に戻りたいと思います。それではマサチャンネルこれにて2023年失礼いたします。どうも皆様ありがとうございました。